今回は京都府立大学山岳部顧問主将の女性 A さん、男性部員 B さんの3人が北アルプス鳴沢岳に1泊2日の登山中に吹雪に遭遇、疲労による遭難、滑落、低体温症を発症、全員が帰らぬ人になってしまった2009年鳴沢岳遭難事故について解説します。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信していきます。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。2009年4月9日4月25日から1泊2日で鳴沢岳に登山に行きませんか。京都府立大学山岳部顧問の教授は山岳部の主将の A さんにメールを送ります。顧問主将女子である A さん、男性部員 B さんが同意。3人は長野と富山の県境の北アルプス鳴沢岳の登山を計画します。黒部川沿いから入山、鳴沢岳の尾根から一気に登り、野営で1泊、翌日は西尾根を登り、頂上を経由、新越尾根から下るというルート。4月25日から1泊2日で登山の計画です。鳴沢岳は360度の大パノラマで景色がいい反面、その特徴的な地形から天気の影響を受けやすく、難易度の高い山として知られています。場所も長野県と富山県という寒冷で雪の多い地方に位置しており、雪の残る4月や5月などに登山客はほとんどいないと言われています。また、この遭難事故が起きた原因としては、二つ玉低気圧の発生があります。4月22日、出発3日前、天気予報をチェックしていた A さんが、当日の長野付近で低気圧が発生することを知ります。そのため、A さんと顧問はこのようなメールのやり取りをしています。当日の山では雪が降ると思います。多少の雪なら大丈夫だろう。2009年4月25日、1日目、長野県の扇沢駅からバスに乗ります。黒部ダムに向かい、9時には入山。小雨は降っていたが比較的視界は良好。降雪量は例年よりも少なく、入山から1時間後、標高1150メートル付近に到着します。ここからは降雪も予想され、道も険しくなるため、凍結地帯用のアイゼンや崖を登るためのハーネスを装着しました。その後、高低差が400メートルもあるルートをロープを使いながら進みます。険しい道を登り続けること7時間、標高1570メートルに到着。平地にテントを張り、予定通りに就寝。2009年4月26日、2日目。前日の夜間から降り続けた小雨は雨に変わり、早朝には雪になっていました。それでも午後には扇沢に下山する予定で、登山を継続します。午前6時半、朝食後、テントの撤去を済ませて出発。何度も休憩を挟みながらも、8時半頃に標高 1844m 付近まで到達。しかし悪天候の影響と足場の悪さのせいで隊列の乱れ始めます。午前9時半、標高 1999m 地点にあるエスケープルートへの分岐点に到着。しかし一行は下山を選ばずに登り続けることを選択。ここからの道はさらに険しくなります。雪が10センチメートルも降り積もっている上に、霧が発生して視界が遮られます。普段であれば目視可能な輪山の輪郭さえ見えなくなるほどです。午前11時半、A さんのペースが落ち始めます。隊列の間隔が開きながらも、3人は何とか登り続けます。14時頃、標高2600メートルに到着。標高2600メートルでの写真を最後に、撮影記録が途絶えてしまいます。現地では平均風速5から10メートルの強風が吹き荒れていました。一般的に風速が1メートル増すごとに体感温度が1度下がると言われ、雪の影響も加えて体温の低下と体力の消耗が激しかったこと、写真記録する余裕もなくなり、カメラの GPS 情報も消失。山岳部も3人と連絡が途絶えてしまいます。予定では26日の午後10時前には下山予定で、下山後に彼らから部員に連絡をする約束でしたが、登山中の3人からの連絡はなし。26日の夕方以降、山の悪天候を心配した部員たちが何度も3人に連絡をしますが、誰からも応答はありませんでした。
ここからはカメラ記録、GPS データが確認できないため推測になります。26日午後14時、標高2600メートルに到達後、A さんは顧問よりも15キロも重い荷物を運んでいました。これは顧問に道具を預けられていたことが後の調べで分かっています。顧問は自身の役回りをリード役に置いており、部員に対しては精神的負荷、身体的負荷の強い役回りを任せる傾向にありました。メンタルや肉体面は登山に強く影響しますし、先導するベテラン顧問がいる状況でそれらが訓練できるのは良い環境。しかしこのような過酷な状況に陥ってもその訓練を継続する必要はあったのでしょうか。 A さんは著しく隊列から遅れ、先導していた2人はその後は立ち止まったり進んだり A さんを待ちながら進んでいました。これは A さんがついてこないため歩くスピードを抑えて待っていたとも考えられますが、顧問が A さんの様子を見に戻った記録は残されていません。とうとう A さんの姿が見えなくなりました。これは推測ですが、他の2人も体力の消耗や限界を感じており、いつまでも追いついてこない A さんを置き去りにし、救助に向かうよりも自身の安全を確保する動きに入ったと考えられます。必死で追いつこうとした A さんでしたが、ついには力尽きたように倒れてしまいました。 A さんが力尽きた後も顧問と B さんは2人で進み続けます。斜面を登らず横切るような形で進んでいきました。北側斜面を成沢岳ピークの北側へ。途中 B さんが足を滑らせて北側斜面100メートルほど滑落。顧問が滑落地点周辺を捜索。悪天候による視界の悪さでは100メートル下の様子は全く見えず、顧問が B さんを助けることはできませんでした。 B さんの救助を諦めた顧問はそのまま東に進み、少し進んだ先で寒さをしのぐために雪道を作ったと考えられています。2009年4月27日午前10時、写真による記録と連絡が途絶え、いつまで経っても連絡が取れないことを不審に思った部員が長野県警に救助要請をしました。連絡を受けた長野県警はすぐに捜索を開始。しかしこの頃に天候がさらに悪化、遭難地点も頂上付近と予想されており、たどり着くまでにもかなりの時間が必要です。降雪に強風、険しい道のりの中、捜索は難航。3人が発見されたのは遭難から2日後の28日でした。無事発見されることを祈っていた部員家族の思いも虚しく、3人はバラバラの位置で遺体となって発見されています。メンバー全員外傷はなく、3人の死因はいずれも凍死でした。A さんが置き去りにされていて、顧問の荷物を代わりに持っていたこと、滑落後生きていた B さんが凍死するまで放置されたこと、顧問に対する批判を集め物議を醸す遭難事故となりました。この遭難事故が起きた原因は二つ玉低気圧の発生であること間違いはないでしょう。二つ玉低気圧とは2つの低気圧が1つにまとまり、さらに発達した低気圧です。移動速度が非常に速く、広範囲に激しい強風雨雪をもたらすのが特徴。一般的に二つ玉低気圧は冬から春先にかけて発生するという特徴があり、この時期の発生は珍しい不運が重なりました。登山予定日数日の熊の天気予報によると、25日の鳴沢岳市周辺は低気圧の発達、悪天候の予報が出ていたのです。そのため A さんは顧問に対して当日の山では雪が降ると思いますと連絡しています。しかし準備を進めた計画を白紙に戻すことはできなかったのかもしれません。登山開始前、天候の悪さを知った時点での中止、もしくは2日目の朝、前日の小雨が雪に変わった時点で下山。そうすれば悲惨な事故は避けられたのかもしれません。この事故で亡くなられた3名のご冥福を心よりお祈り申し上げます。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。